医療法人社団勧進会が運営する介護老人保健施設では、国と東京都の補助金制度を利用して今年2017年からロボットスーツ春を2台導入しています。車椅子からベッドへの移乗のような介護動作において、腰にかかる負荷を春によって低減させることで腰痛を引き起こすリスクを減らすことができます。簡単な操作で必要な時に思い通りに春がアシストしてくれるのです。もっと熱く、もういい。62歳になった渡辺さんも春のおかげで作業負担が随分軽減したといいます。車椅子からこのチェアの椅子に乗り換えなんですね。でその時にやはり体の大きな方もいるし重い方もいるから、やっぱりそういう意味では心強いですよね。自分がもう楽になってるっていうの体感があるから、1日に10人ぐらいやるわけですので、ある程度時間内にっていう規定もあるし、そういう意味では皆さんみたいに若い方だったら何でもないんですけど、やはりある程度年を重ねますとやっぱり皆さんについていくっていうことを考えるとはい、あると楽ですね。一番初期の3名に対して毎日装着してましたから、腰の負担だけに限らず業務疲労度だったりとか異常の時の負担度とかで、それを全部合計したものを3名を全部取ってみたんですけど、途中、上がり下がりはありますけれども、ある一定期間の間で全員が軽減しているという結果にはなっています。社会福祉法人シルバーウィング新富では、圧縮空気を用いた人工筋肉で腰に負担のかかる作業を支援するマッスルスーツを2タイプ導入しました。はじめに導入されたのがこちらの標準モデル。コンプレッサーでタンクに空気を注入し、呼吸で人工筋肉を制御することで強い補助力を発揮します。マッスルスーツは人の自然な動きを引き出すことで、利用者と介護職双方に負担を感じさせることなく介助ができます。これが現場の声をもとに開発されたスタンドアローンモデルです。軽量化され装着感も向上しました。標準モデルより補助力では劣りますが、手動式ポンプで人工筋肉に直接空気を注入するため、使用準備が簡単な上、ももパッドの装着・脱着が容易で軽く動きやすいというのが特徴です。お昼ご飯だからね。スタンドアローンタイプの方になってからはもう比較的柔軟にももうサポートがずっと入りつつ、ある程度動きやすいと、そこが良かったですね。排泄介助では機敏に動けるスタンドアローンモデルを活用することにしました。よし、じゃあちょっと向こうか。はいはい、はい、左向いてよいしょ。便やおむつの処理は迅速に行い、恥ずかしい気持ちを長続きさせないよう心がける必要があることから、スタンドアローンモデルが力を発揮しています。どうもありがとうございます。やっぱり結構長い間の前かがみとか、こっちの方でも中腰姿勢とかが本当にもう絶えずもう軽く支えられてる感があるので、腰をなんか痛めるなっていうようなイメージが湧かないんですよね。操作しなくていいので結構楽で重宝してますね。このまますぐ。また簡単に時間をかけずに行える装着も使用することへの積極性を高めています。もう本当もう30秒もかかんないですね。腰への負担考えたら別にこの30秒を横着する理由はもう全然ないかなと
思いますね。特別養護老人ホームジョイフル各務原は、異常介助を助ける離床アシストロボット離床ネプラスを導入しています。職員への講習を進めています。分離完了しました。車椅子にできます。離床ネプラスはベッドが縦半分に分離して車椅子になるロボット介護機器です。ベッドから車椅子の異常動作、車椅子からベッドへの異常動作は職員が2人揃わないとできないものですから、でもそれが利床ネの場合は1人で対応ができますので、本当に利用者様が寝たい時、逆に起きたい時、あとご家族が来て散歩にちょっと行きたいからという時に職員1人いればすぐに対応ができるので、異常をして起きるという回数が非常に多くなっています。もうそれは非常に活動性を高めることにもなるので、本当に素晴らしい機能だと思います。社会福祉法人愛産会が運営する特別養護老人ホーム長寿の里十四山です。異常サポートロボットハグを導入しています。車椅子からトイレといった座位間の異常動作や脱衣所での立位保持を支援します。ちょっと寝てばっかっていうよりは起きて動けるようになるっていう。なので寝てる状態より起きた方がやっぱり視線が変わるんで、周りが見えるっていう形でやっぱ外からの刺激も入るっていうので、意識レベルの向上みたいなのはあるかと思います。トイレへ気軽に行くことができれば利用者の不快感は軽減する上、何よりおむつを安易に使用することで ADL が低下してしまうことを防ぐことができます。ハグの効果はそれだけではありません。本当はまだ足の力は残っているのに、さまざまな理由により足を使う機会が少なくなってしまっている利用者が自分の脚力を生かすきっかけにもなっています。ご利用者にとっても今まで男性でも女性でもこうやっておんぶにしてもらう状態だったので、大丈夫かなっていう多分気遣ってたと思うんです。そこがもう機会になっちゃったわけですから、気兼ねなくスタッフを呼んでもらえたりとかしていると思いますけど、トイレに行きたいと思うその意思がすごい生活のリズムになって、そういうところで日々の生活が充実していくっていうところで、高齢者にとってもすごいメリットがあると思います。脱衣所での立位保持にも使用しています。ハグはさまざまな異常形態に対応できることから、介助する側が腰を痛めたりすることを防ぐ役割も担っています。やっぱ体への負担がだいぶ減ると思います。入浴介助じゃない待機のスタッフの人を呼ぶことになっちゃうので、やっぱ向こうの方にも負担ですし、私一人でも負担になるので、あった方が便利だと思います。社会福祉法人声優会が運営する特別養護老人ホーム妃の荘とデイサービス妃のには、ロボットアシストウォーカーが1台ずつ導入されています。歩行の状態に合わせて自動的に適切な制御を行う電動アシスト機能を搭載した歩行器です。人の動きや力の強さ、路面状況をセンシングし、その情報に基づいてリアルタイムに歩行をアシストしたりブレーキをかけたりします。結局その本人が普通の歩行器を使うと蛇行する、で傾く、でもアシスト付きはそこを、制御というか、修正してくれてる、さらに姿勢が
あの方が良くなった、こんな感じだったのがまっすぐ、多分、自信もつくし、やっぱりこうやる気になるというか、ロボットアシストウォーカーを導入してからこの施設では転倒といったヒヤリハット事故がなくなりました。ちょっと傾いた時とか音で知らせてくれるのがすごくこちらとしてはすごくいいかったなっていうふうに感じてます。前のタイヤが地面から離れました。タイヤを地面に下ろして歩いてください。職員も1人とかしかいない場合もあります。でその時に後ろで例えば転倒しそうになったっていうのも教えてくれるので、喋ってくれた時に振り見てすぐこう対応できるっていうところがすごく、いいなっていうふうに感じています。吉田さんに限らずロボットアシストウォーカーは利用者の自立を促す役割を果たしています。アシスト付き歩行器でも、結局できる利用者の人の本当は能力あってもそういった機器とか環境が整っていないがために、自立できていない、ということもあり得る、実際ありますので、やっぱりそこを介護ロボットとかで自立できれば今度職員がその分介助を要する方の方に向けれるというか、その辺のバランスというか測るにはやっぱりこういったロボットが自分は必要だと思います。オリックスリビングが運営する有料老人ホームグッドタイムリビング芝浦アイランド。ここではオリックスリビング自らメーカーと共同開発した見守り支援機器ネオスケアを全室に導入しています。スタッフの配置が少なくなる夜間の入居者の転倒や転落などの減少を目指しました。こちらですね。壁に取り付けた距離センサーが入居者の行動を立体的に捉えます。入居者の履歴録画などから行動パターンを割り出し、その人にとってアラートを鳴らす必要がある項目だけに絞ることで無駄な見回りを少なくすることができました。見守り設定を押すとこういった項目が出てきまして、起き上がりから体質、柵越え短在、離床、ずり落ち、生体異常、入室、体質、7項目ありまして、どの項目を検知するのかっていうのがこういうふうに選べます。実際に記録された画像を見ますとですね、こんな動きをされてたのかというふうに驚くケースが散見されまして、その画像からはですね、いわゆる ICF という環境因子の部分をアセスメントしていく、ですから介護のサポートの方法を変えていくということ、単にその現状維持のための介護ではなくて、その方の潜在能力を引き出すための支援の仕方が見つかるであろう。夜勤中の介護業務は主にナースコールの対応と排泄介助、安否確認が中心となりますが、その合間に介護記録の作成なども行わなければなりません。そんな時でも傍らには常にネオスケアのモバイル端末があります。だいたいこういう感じですぐ見れるような状態で広げておいて、書きながらさっきみたいなすぐ伺った方がいいようなアラートが鳴ったらすぐ行けるような状態、それはとても安心感につながるかなと思います。医療法人健康会が運営するいちごショートステイではシルエット見守りセンサを10台導入して3年の実績があります。これがそのシルエット見守りセンサーです。移設が簡単でその日運用したい部屋を決めて使用しています。専用の無線 LAN を通して
持っているスマホやタブレット端末から部屋の様子をシルエット画像で確認することができます。ショートステイを使うときに必ず家のご様子と、あといつも使われてるサービスとの担当者会議をケアマネージャーの方でしていただくので、その中で転倒歴、転倒したことがあるで、特に夜家の中でとか、家の中でということを情報としていただいた時にはもうシルエットを使うっていうような基準にしています。夜8時を過ぎるとお袖のスタッフも帰り、夜勤1人だけになります。夜勤は利用者の各部屋が見渡せるフロアに移動します。ショートステイは家に戻ってからの自立を維持・向上させることを最大限考慮しています。そのためシルエット見守りセンサで利用者の様子を常に確認しながらも、本当に介助が必要になった時にだけ部屋に行くようにしています。シルエット見守りセンサがあれば、今手を差し伸べる時かどうかの的確な判断ができます。おむつ交換の時間でもシルエット見守りセンサが鳴るスマホを必ず携行します。大丈夫ですか？今おむついじりをしてて、膝が上がったり体がこうやってちょっと動いてたのでセンサーが反応してたんで、動くのが頻回な方とかは離れるときは見てますね。シルエット見守りセンサを導入してからは部屋を巡出する回数が減りました。それでもより安心安全に対応することができるようになったといいます。株式会社楽々サービスが運営する看護小規模多機能型居宅介護 C が丘楽々庵に週4回デイサービスに通う小畑さんは96歳になりました。ベッドサイド水洗トイレは心強い味方になってくれました。このトイレは排泄物を粉砕し加圧して押し出す能力があります。一般のトイレと同様、水で流すことができ、匂いも気になりません。ボタン一つで排泄物の処理ができます。ベッドサイド水洗トイレを使うことで後始末まで自分でできるようになった小畑さん。排泄の自立につながっています。やはり家族の方に気を使って夜寝る前はもう水分を取らないでですね、脱水になってしまう方とかですね、多いというふうに私聞いております。誰にも手伝ってもらえずに自分で排泄ができる、これは強いては自立支援につながるということと、尊厳の保持を守ることができるということで、ベッドの横にトイレを置くのは非常にいいことだと思います。ベッドサイド水洗トイレは職員の負担軽減にも貢献しています。私病院が多かったんですけど、病院の時は朝2回借りて昼2回夜中も帰るんですよ。1日にもう何回もポータブル変えるだけですごい労力使ってたんですけど、ここに来たらもう全然匂わないし簡単なので、だけ絶対いいと思います。ポータブルトイレのバケツを捨てに行って洗ってくる、そういった時間を削減することによって利用者と触れ合う時間を増やすことができるといいます。医療法人社団仁養会が運営する介護老人保健施設ひだまりではラップポンを10台導入しました。ラップポンには職員があらかじめこのような凝固剤を入れておきます。水色の液体を尿に見立てて流し、リモコンのボタンを押すと処理を開始します。ポリエチレンフィルムを自動でラップします。
排泄物を1回ごとに熱圧着して密封するため、ノロウイルスといったウイルスや細菌などによる二次感染の予防に役立ちます。匂いも閉じ込めます。水を使わないことから給排水工事は不要です。起きたらすぐ座れるからね。匂いも気にならないと言います。万一電気が使えなくなっても使用できるように専用バッテリーも用意されています。飛騨古川にある和田澄夫さんの家です。澄夫さんは88歳になりました。歩行がやや不安定で要介護1の認定を受けていますが、最近では認知症の初期症状も現れてきました。そんな澄夫さんの部屋には水洗ポータブルトイレが設置されています。この水洗ポータブルトイレは新幹線の車内トイレで使われているものと同じ方式。真空吸引力を利用して匂いも一緒に吸い出します。洗浄水は少量で済みますので、給水タンクに入れて使用します。給水工事は不要です。その上、直接下水に接続できるので、汚水処理を行う必要もありません。澄夫さんが寝るベッドの頭側に設置してあります。いつでもすぐにトイレに行くことができます。とにかく近いということで、でも漏らす心配もありませんしで、あとはあと処理もせんでもいいし楽ですな。部屋中なんか匂いが充満することはないです。はい。介護する側ですと、まずポータブルトイレを使うということで、どうしても異臭ですね、匂いというか、そしてあとはどうしてもそれを片付けがなきゃいけないと、そういうものを持って家の中を動かなきゃならないっていうこと、それがすごく介護する側からは全部外れまして、本当水洗トイレと全く同じに使えるもんですから、それがすごく良かったです。